台風が近づき雨の中ですけど、このレイズドベッドを今、一生懸命きれいにしました。その撮影をしていきますのでよろしくお願いします。ペコ第1番目のレイズドベッドですけど、草を取ったりいろいろしました。そして秋のために種を植えましたので、その説明をちょっと家内にしてもらいます。何が入ってますか？これはベイビーキャロット、ベイビー人参、はい。小さい方で、ここはベイビーキャロット始め、ベイビーキャロット終わり。あ、縦にやったっていうことね。そう、I did it this way. はい。で、パースリーここまでこれがあるからナスビね。ナスビありがとう。エッグプレートした。だけどナスビも結構取れましたよね。もういくつぐらい取りました？もう冷蔵庫はいっぱい。今日はやらなければならない料理や。はい。で、ここは何だったっけ？ここはパースリーのやつと、でここはサラダ菜。サラダ菜ね。こうやって。で、イチジクの残り。イチジクじゃなくてイチゴだね。うっす。みんな同じようなもん。だけど綺麗になりましたよね。また。どうも。はい。やりましたよ。はい。第2番目のね、レイズドベッドも草だらけだったのが本当にすごく綺麗になったよね。ねえ、どうも。これは白菜、これはごぼう。ここはここまで。で、ここは白菜。あ、白菜もやってあるわけね。そう。で、ここはサラダビーツ、赤い株みたいなもの。赤株みたいなやつね。で、これはブロッコリー。これはコーラビ。はい。で、そう、私書けないとすぐ忘れちゃう。ここはチンゲンサー。3番目のレイズドベッドです。綺麗になりましたね、ここも。そう。こっちは残りのケール、まだ生きている。で、これわかんない。それは雑草ですよね、きっと。博士の農業の近所の人から聞きたい。これハバネロ。けれど、あんまり雨が多いからなかなか赤くならない。で、ここはケール、またケール入れて。秋できるかな？わからない。サラダ水菜、ほうれん草。これはネギ、別なところからネギみんな消えた一つしか残ってない。ケールもあるね。で、ケール。で、これはオレガノの残り。はい。なんか出てきた。これ何？それは。水菜、サラダの水菜。はい。ちょうどできた。で、植えたのは15日だから3日前。3日でこんなに？そう、びっくりした。すごいね。で、私ね、もうめんどくさいから終わりたいから、空いた種の袋、計算せずにパラパラ。だから生き残ったものは良かった。いっぱい生き残ったら食べる。どうなるかが楽しみですね。今のレイズドベッドの状態が綺麗になりました。本当に嬉しいです。ちょっと畑の様子も映したいと思います。畑も綺麗になりましたよね。そう、これはもう消えた。もう雑草が、もうここまで雑草がいっぱい切ってで1メートルぐらい雑草があったってこと？そうだから生き残ってる。これ何でしたっけ？これは生姜、ジンジャー。生姜。大好きなので、去年も同じところを拾うで、こっちの列はちょっと寂しい部分もあった、消えそうなところもあったけれど、こっちは多少いっぱい取れそうですね。でも今は台風が非常に強い風と言われてるから、ヘチマを取れないと全部台が倒し。OK。そしたらそっちの方も見せてください。ここはヘチマのセクションですね。例えば風吹くとこんなに重たいやつは
ビョンビョン飛ばされるとこっちのラックが倒しそうだから残念だよね。もっと大きく、ロックされた。大きいですね。そうそうそう、すごいね。でも私は何がやりたいわかる？これが背中の一本でのヘチマをしたい。うん。背中のため。はい。なんかつけて。あそこにも小さいのになってますよ。そう。でも小さいのはそのまま大きいやつだけ今日取ろう。オッケー。あ、ここにも大きなのがあるね。うわぁ、みんな集まってる。ちょっと。これが黄色になってるからまあとってもいいやね。でもまだ小さいやつ、まだ成長のやつ。そう、本当は緑っぽいは残念、本当は。でももう乾燥始まったらもう終わりそう。その上にも小さいの見えてるね。これ。そう。でも小さいから、あと中の方に大きなのがある、ね。これすごい出てきた。ね。一つでいいんじゃないですか。中に一個大きなのがあるから。そう、取った方がいいね。これが重さでこのラックを倒されるから。わーい。今回の台風は風が強いっていうからね。こっちの方がどれぐらい影響があるかわかんないけど。これは1、2、4足す前に2つを取ったから6本という意味。あそこにあるじゃない。So there's two big ones. 本当に曲がってるの。こう立派なやつ。これ。うわ、重たいよ。これは取れないと危ない。今日の作業はこれやるつもりじゃなかった。かわいいでしょ。OK。こんなとこにもできてるよ。これ。ここにも。これはまだちっちゃいから取らなくていいと思うけど。これはちょっとね。No, this one. If I can get it out. これがすごいよ。すごいネットワークあるね。うわでも嬉しい。もしかしたら去年より取ったんじゃないかなと。変わってるな。はい、ありがとうございました。私たちが丹精込めてっていうよりも非常に苦労したロゼラがここにあります。このロゼラについてちょっと家内から説明してもらいます。そう、20本か20、30本ぐらいをの苗だね。苗を植えて、ですぐ来る時にもう死んじゃって。なんで？わからないけれど、もしかしたら鳥で食べられる。ね、スズメがいっぱいいたよね。そう集まって。でもやっとここまで成長して6本6本ね。6本でやっと花が咲いて。花だけじゃなくて結構実もついてるよね。そうこの実がこのぐらいにならないとよくないけれど、このぐらいの太さ、このぐらい。親指ぐらいの。そう、こっちまでよね。でになって、そうするとジャムとかジュースとかお茶、乾燥してお茶、非常に体にいい。そうね、今日の朝も去年取ったシロップを飲んでたよね。ホットケーキにね、美味しかった。で実がいっぱいこっち見て、close up of your。ここはこのぐらいになったらとってもいい。まだ取れそうだね。よかった。この間うちね、芝刈り機でいろいろ芝を刈りまして結構綺麗になりました。
50センチ以上の高さにね芝がなって、あるものは1メートルぐらいになってましたけど、今このさつまいものところをちょこっと家内に説明してもらおうかな。なんでこんなに新聞とか、ね、段ボールが引いてあるんですか？リサイクル。違う、あまりにも雑草が多いから、こっちはだんだん溶けちゃうから問題ないけれど、やっぱり新聞はなんかアリを集まってるからやめた。でも段ボールはまあだんだん消える。で、こっちは1月に苗を始まったんですね。今年の1月ね。そうそう。うん。でもう3月4月覚えてないけれど、何ヶ月か水を毎日変えて、またね、4月か5月ぐらいだった、定食したのは。ここに植えたのは4月か5月ぐらい。もっと遅くかな。こっちが出てかなり根が入った時から、で少しずつやってた。だけど増え広がらないように葉っぱを取ってるんだよね。そう、葉っぱを取って乾燥させて粉にしてスムージーの材料として使って、栄養価が高いっていうこと？そうそうそう。で生も十分洗った方がいいよ。バタとかカタツムリとかいろいろついてるから。でも栄養がいっぱいタンパクとかいろいろある。はい、次のセクション行きましょう。じゃがいもが少しずつ芽が出てきてますね。そう嬉しい。いつ植えたんでした？ 8月29日。おお。そして、今この列だけでどれぐらい植えてありますかね？ここからちょっと待って。覚えてないで。こっちはデジで、ここからデジってどういう意味？じゃがいもの種類。ここまでは18個。で、ここからここまで、こっちもデジテ。全部は18個。OK。ここからこっちまでデジテの合計は18個で、ここは友達からもらった九州のやつ、20個。ここに20個やってあるってことね。そういいじゃないですか。まだ芽はあんまり出てないね。ちょこっと出てるのもあるけど。だから私たちはモグラの問題あるから、そうね。モグラが食べないように祈ってます。で、ここのとこに草マルチもやったってことね。そう。もっとやらなければならないけれど、雨が降ってまだ使わない。次のところを教えてください。このところもじゃがいもですか？ここは里芋。そっちね。そう。これなんとか2つ生徒からもらった紅というじゃがいも、赤い紅芋かな。はい。そうだから2つしか入ってない。で大体枠して覚えるために、これは6個の男爵。男爵芋をここに植えたってここことね。からここまでで、これは12個のメイクイン。メイクインもここに植えてあるってことね。で終わり。素晴らしい。そう出てる、嬉しい。みんなじゃがいも同じ時に植えた。8月29日で、こっちは17個の滝川芋。どんな芋分からないけど、滝川さんからもらった芋ってことね。娘からもらった。でここまでで、ここは2つの別な生徒、佐野さんの佐野という生徒の名前の人2つ、長いやつと丸いやつ。ここは2つの長い、2つの丸いの佐野さんからもらって、でここはシャドークイーン6つ。
それクイーンは紫の芋、面白い芋よ。紅芋とちょっと違うのかな。そう、ちょっと赤い。すごいね、いろんな種類が植えてあるっていうことね。そうそうそう。でこれで、ね、今畑に、11月ぐらいになったら収穫ができるかなと思って行っています。雨がすごいですけど、このところは何が植えてあるんですか？これはアスパラガ。アスパラガスね。はい。この全部列はアスパラガだったけれど、先は4つ、ここのね、4つを植えて、あとは2、3ヶ月後かな、見つけて、こっちに植えたけれど、なかなか見えてないから。雑草の中に埋もれちゃってるね。古かったけれど、この4つはもう生きて十分。これは今年は2年目になる。だから来年はいっぱい食べれそう。じゃあそれを期待して来年のサラダに出てくることを期待しましょう。